今日はシックで。はい。今日シックで。いや、今日で。今日です。今日で何？今見ました。やめた。俺たちが今やらなきゃいけないのは0から1を作る作業ですらなくて、マイナスから、100を目指していくようなスタートなわけですよ。一旦人が抜けまくってローランドのマネージメント力不足でマイナスまでいった店っていうような見られ方をしてるの。一晩で24名も辞めてしまったローランドのホストクラブ。歩むのは茨の道。多くのホストと共に幹部が去った。店のカラーが違うだけでこんな違うんだ。全然違うな、ルールも。正直言っていいですか、すげえちょっとナイーブになってる今。まあ惨敗っすマジで。退店者続出。ローランドのホストクラブ営業再開日、そして鬼軍曹再出発の日が同時に到来。難しいこと、チャレンジする、そんな1ヶ月数ヶ月になると思います。信じてついてきてくれたら嬉しいと思います。黒崎さんチームすごいっすね。負けてます。昨日の友は今日の敵。お家騒動のその後、ヒリヒリが止まらない。新宿歌舞伎町。元黒崎店長管轄のザ・シックには営業3時間前から売れっ子キャストたちが出勤。ローランドの右腕有志もザ・シックの立て直しを図る幹部会のため大阪から駆けつけた。一旦人が抜けまくってローランドのマネージメント力不足でマイナスまでいった店っていうような見られ方をしてるのね。でも世の中に0から1を作ったり0から100を目指したやつって死ぬほどいると思うんだけど、マイナスから100を目指したやつ、マイナスから100を作り上げることができた組織ってまあそんなにないと俺は思ってるんだよね。だからこれはネガティブに捉えようと思ったらマイナスからスタートかって思うかもしれないけど、俺はそこでワクワクする男たちでいてほしいとローランドの理想に向き合う残留ホストは。正直に何人ですかね。今日は4、5人ですね。4、5人。はい。多分前は何人だったんですか。前は9人ぐらい、9人10人ぐらいいたんですけど、半分以上減ったからマジでみたいな、こんなやめんのって思ってびっくりっすね。本当にきりないっすね。11月末、黒崎店長の最終出勤日。なんと在籍ホストのおよそ8割がザ・シックを退店。嘘でしょ。そんなやめんの？俺の知らないとこで本気言ってんの？残留したホストは1桁に。数日間営業を休止し、ローランドは再起を誓ったのだが、一度の悲劇はドミノのように続き、これ正直まだ正式にシックを退店したいんですけど、ローランド会長に言って今日からやめてほしいって言います。車のディーラーから売れっ子ホストになったローランド・チルドレン歴3年メルトと、ああ、もう今日はシックで。今日シックで。いや、今日で。今日です。今日で何？今見ました。やめた。ありがとうシック。月1700万円を稼ぐ売れっ子キャスト的場亮介もザ・シックに別れを告げた。この2人は正直俺はメルはちょっと残ってしっかりマネジメントしたいなっていうのがあったから、もちろん本人の意向重視だからあれだけど、ユミと残ってくれる中でメルも残ってくれたらいいなっていうのは俺はいろいろ考えた上で店長についていきたいなって思ってます。店長と話してんだけど、監督だけ期間ちょっと決めさせてくれって話してて、3ヶ月だけ残ってほしい。3ヶ月ですか。ああ、ローランドからすれば
売れっ子がいなければ商売にならない。ただ商売こそ冷徹だ。ここでカメラはお店を飛び出し、ある人物と合流。それは6日前、ローランドグループを辞めた黒崎店長。お店を新しく作るんですよね。そうです。自分がね、ちょっとお店をやりたいということを申し出て、体験をさせていただいて、来年の1月2月にグループ会として、お店を出店をしてやっていこうかなということで、こういった形になりました。まだ先の話であるオープン日。しかしなぜ再び歌舞伎町に？新しくオープンするまで普通にローランドさんのところで働いてもよかったんじゃないですか。辞めるタイミング早すぎません？別に俺はもともと12月までで辞めますって話だったんで。あれ何回だっけ？あれちょっと待って、忘れしてよ。3か。これあるあるで、クラブが移動した時もそうなんですけど、大体本当にね、最初の出勤の時ってね、ビル間違えるんですよマジで。孫さんもそうでしょ？そういうのないですか？ないです。ないですか？はい。俺だけか。そうして黒崎店長がたどり着いた先は。おはようございます。社長です。なんでそういった感じで、例えば社長 OK とかあれば、ローランドグループではない別のホストクラブというのも、業界特有の預かり文化によるものだった。預かり文化とは、独立予定の従業員たちが実際の店舗オープンまで別のホストクラブに入店し仕事をこなすこと。黒崎店長の場合、新店舗が2月オープンのため、それまでの2ヶ月間を預かってもらう形に。預かり先はかつてローランドと黒崎店長が在籍していたプラチナ本店。お願いします。すいません、お世話になります。急に待ち合わせになった。社長を務めるのはこちらの男性、セナ・ラン。ローランドを現代ホスト界の帝王に押し上げた立役者であり、黒崎店長の元上司にあたる人物だ。同伴だから、じゃあとりあえず座ろうぜ、一回。一回座っていいよ。ルールが全然違うのと、その身を預かる形にはなるんだけど、よそよそしくする必要もないし、多分4店舗合同になっちゃうのよ。お互いにおいとかなしにしてさ、もう分かんないじゃん誰だか。俺も正直もう全員分かんないから、だから別にそこはどっちが上とかじゃなくて、お互い聞かして、立てる感じでやりましょう。現在この店は黒崎連合だけでなく、半年前にローランドの元を去りオープン準備中のエイト組と別系列のホストクラブも預かり中。総勢60名を超える人口密度の高い状態だ。では、12月5日目でございます。今日から男子から黒崎さん等にこの幹部の方がプラチナで働いていただくことになりましたので、まず黒崎さんからご挨拶の方お願いします。お疲れ様です。お互いにね、学べることがたくさんあると思うので、お店が違うからとかいがみ合うんじゃなくて、競合なんですけどね、競合相手ではあるんですけども、競合するんじゃなくて協業することがね、要は大事だと思うので、それが自分のためになるので、そういった形で一緒に営業させていただければなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。黒崎店長はテナラン社長の元従業員。しかし今はお店の最高責任者として待遇を受け、席も社長の隣。これからは店長ではなく組織のトップとして見られるのだ。今多分歌舞伎町で一番注目されてる話題の一つでもあるト
とは思うんですけども、ひょんなことからまた一緒に働かせていただくことになって嬉しいです。約2ヶ月ぐらい、一緒に働かせていただくんで、本当に黒崎さん言った通りにいい部分だったり、お互い吸収できる部分だったり、ぜひ一度同じ店で働くこの期間を大事に高め合えたらなと。続くのはプラチナの看板ホスト。おはようございます。プラチナのケイディと申します。同じ現場で働く以上、なんかここから全員が何かを得て、それぞれまた離れる時に本当にいい時間だったねって言えたら、この合同営業はめちゃめちゃ価値のあるものになると思うんで、そのためには多分お互いの協力も必要だし、手を取り合って一緒にいい時間にしましょう。以上です。しかし気になるのは年間売上1億円超えの九条玲も。かつてこのようにお偉い席でミーティングに参加していたものの、ここでは新人らと同じ席。はい、横並びじゃなくて丸い椅子に座ったんですか。いや、もうこのプラチナではもう新人なので生意気じゃないですか、いきなりそう座ったら。丸い椅子に座って、はい、なるほどなと思いました。もう新人気分で一から頑張ります。しかしこの後、飲み物頼んだ？なんかシャンパン2本。いきなり？いや、黒崎さんチームすごいっすね。負けてます。ここプラチナで黒崎一派が復活ののろしを上げた。一方、退店ラッシュが続くローランドのお店はというと、在籍数30名を超える本店のホストも合流し、ローランドグループ全体会議中。ザ・シック残ったメンバーは全員盛況終わったとか、いろんな解釈あると思うんですけど、一番今注目されてて、みんなね、このグループで売れてこそ、このグループでナンバー入ってこそ、本戦やってる意味があると思ってね、残ったメンバーだと思うので、これからはね、ザ・シック第2章のね、主軸になっていけるようにみんなで頑張っていきましょう。真っ先にホストを鼓舞したのは、黒崎店長との別れに涙を流した桜木由美と、海野さん何も悪くないです。俺悪いんで。選んだのは人ではなく自分が育ったふるさと。動かすのはザ・シックを立て直す使命感。まずは、正しい選択をした皆さん、新しいローランドグループへようこそ。冗談はさておきなんですが、今回ねちょっとマネジメント力不足というか、そもそもマネジメントを、ほぼ丸投げにして、結局仕事をサボっていたというようなところの結果だと個人的に思っていて、それは、誰の責任でもなくて本当に完全に俺の責任だなというところで、本当に、申し訳ないなと思ってます。ただこの中で残ってくれたメンバーは最低限幸せにしたいなっていうような気持ちで、全力でやっていきますし、もしね人数少ねえなとか、本当にしんどいなとか、この店行って大丈夫かって思った時は3ヶ月だけ時間くれと。3ヶ月時間あれば立て直すし、もう一回いい店作って兆しが見える、そんな、景色が見せられると思うんで、最初の1ヶ月目多分しんどいと思います。難しいことを、チャレンジする、そんな1ヶ月数ヶ月になると思います。信じてついてきてくれたら嬉しいなと思います。以上です。目を疑った。あのローランドが年下のホストたちに頭を下げた。それだけ本気だった。一方プラチナ本店、いよいよ営業開始。黒崎店長の補佐ジョンは4店舗の内勤人と運営作戦中。今日の付け回しはどんな感じなんですか？今 3,4 店舗いるんじゃないですか？初回は90分で回してるみたいで、持ち時間があるらしいです、店舗ごとに。なるほど、そういうふうに振り分けてるんだ。そうです。でそのどっちの店舗が先に着くかみたいなのは内勤人で話してやってるっていうのはさっき聞きました。
付け回しとは、お客様の好みとキャストの特徴を把握してどの席に着くのかを指示すること。4店舗が集結した今、公平性を保つためそれぞれ持ち時間を決めて振り分ける。その時間内でどれだけ初回客をものにできるかの戦い。いわば4店舗対抗初回争奪戦が勃発しようとしていた。失礼します。はじめまして。書いています。お願いします。写真指名で席に着いたこの2人は黒崎チルドレンのカイと星野空。実は2年前黒崎店長がきっかけでザシックに入店したのがカイ。店長最後の出勤日に共に指名を受けていた売れっ子だ。第8位サーシースーセソーラ王子おめでとうございます。同じく空も黒崎店長に憧れ背中を追ってきたホストの一人。預かり初日、ここで実力を見せなきゃ黒崎店長の顔に泥を塗ることに。ああ、なるほど。空のお客様は以前ザシックに来店経験があり一歩リード。一方初対面の会はじゃあ今日初出勤だ。そうプラスな労働で。いやそうだね。いやみんな辞めた。いやみんなじゃないけどまあいろいろあったよ。出身どこ？あ、神奈川めっちゃいいとこや。神奈川綺麗な子多いよなマジで。分かってるやん。自分もやん。ひたすらポテンシャルを褒めちぎる作戦でラインはゲットしたものの。どうでした？いやめっちゃ悔しいんですけど手応えなかった。最悪です。チックの時に比べて本調子じゃなかったっていうかだいぶ言葉詰まりましたね。まあここから見といてください。また頑張ります。預かりの中では俺たちが一番。実績も大事だが力を見せつけたい。黒崎チルドレンの必死さが伝わる。黒崎はじめまして。横失礼した。ありがとう。はじめまして、ジュリエットと言います。好きなの？好きなの平成だ。同じお客様に怒涛のごとくホストが押し寄せる。名刺の数も4店舗分、優に10枚を超えた。4店舗初回争奪戦、その結果は。いやマジありがとね。すごいわ。預かり先の売れっ子ホストと黒崎連合の空。あっしゃっしゃっし緊張した。強いっすね。いやーまあこれがシックですよ。どんどん見せつけましょう。見せつけましょうシック。その言葉通り空は次の争奪戦でも別人だわ。かわいいねって何回言われた？全部言われた？うわマジ言わなきゃ。可愛いだけじゃダメでした？うん。あ、そうなの？なんとこのお客様の送り指名もゲット。いや嬉しいです。続いては指名客。移籍組の空はプラチナで波に乗った。その宅のヘルプには先ほど争奪戦で敗北した会がつく。これやばい。記念すべき移籍初日はヘルプ三昧だ。
正直言っていいですか、すげえちょっとナイーブになってます今。ナイーブです今。いやちょっとこんなに自分が圧倒されてるんだみたいな。シックで結構落ち着いたイメージなんで、喋りメインというか落ち着いたトークでしてたんですけど、こっち結構みんなイケイケバチバチみたいな。惨敗っすマジで。我々からするとどこも同じように見えるホストクラブ。しかしお店によって客層も接客の方法も異なるため、いかにお客様と柔軟に向き合えるかが大事とされるのだ。次回ローランドさんは俺のことどう思ってんですかね。それがちょっとあんまり分かんないです、正直な話。この預かり箱に元ローランドチルドレンエイトが登場。捉えようによっては超悪者の立場なんです。それ自覚します正直。そしていや今日は出勤する予定なかったんで急遽シャンパン。まさかの人物が黒崎連合に合流。一方あれだな、失礼な。で、人少ないけど、でもこの混み方が今ギリちょうど。彼らはまたしても涙を飲むのか。